家を整えたいと思っても、なぜか手が動かない日ってありませんか？掃除をしたくても、どこから始めればいいのかわからない。そんな日こそ、家の空気と気持ちをすっと整えてくれる小さな習慣があります。その答えが、毎日触れる場所を一拭きすること。それだけで家の空気が変わるとしたら、品がある人はまずどこを拭いているのか、ちょっと覗いてみたくなりませんか？こんにちは、黄金の暮らし手帳です。どうしてあの人の家は品があっていつも落ち着くんだろう。そんな風に感じるお宅が身近に一つはありませんか？それは必ずしも高い家具や特別な飾りがあるからではありません。テーブルに残った紙類、洗面台の水滴、鏡の曇り、床の隅のほこり、一つ一つは見過ごしてしまうほど些細なことかもしれません。けれど私たちの心は思っている以上に目に入るものや手で触れる場所から影響を受けています。視界に入るわずかな乱れは、まるで頭の中で音が鳴り続けているように、心を少しずつ確実に疲れさせてしまうんです。だからこそ家中を一度にピカピカにする必要はありません。目の前の一箇所からで十分です。今日は毎日触れる場所をそっと一拭きしながら心地よく暮らす小川静子さんの暮らしから、品がある人がまず拭いている場所を5つに分けてお話しします。なぜそこを拭くだけで家の空気が変わり、気持ちまで整うのか、その理由も心理学の視点も交えながら優しく見ていきましょう。この動画が身の回りのものも自分自身も優しく丁寧に扱うためのささやかなきっかけになれば嬉しいです。一つ目は玄関周りを拭くことです。家に帰った時、ほっと肩の力が抜ける日もあれば、なぜか空気が重く感じる日ってありませんか？それは最初に目にする場所や手で触れる場所が思っている以上に気持ちに影響しているからかもしれません。玄関は家の顔と言われるほど、家全体の印象を左右する場所です。ここを軽く拭いておくことは、外での疲れを手放し、我が家の安心へと戻るための心の切り替えスイッチになってくれるんです。例えば毎日触れるドアノブや壁の電気のスイッチ、よく見るとうっすらと手垢が残っていたり、スイッチの縁にホコリが溜まっていませんか？目立つ汚れではなくても、そうした暮らしの跡が重なると玄関の空気まで重く感じてしまうものなんですね。静子さんも以前は靴さえ揃えていれば十分だと思っていました。でもある日帰宅して電気をつけた時、スイッチ周りのホコリがふと目に入りました。毎日触れていたのに全然気がつかなかった。そう思って古い布でスイッチの縁やドアノブ、手を伸ばしてドアの枠もそっと拭いてみました。ほんの数分のことでしたが、その日を境に玄関に入った瞬間の空気がすっと澄んだように感じられたんです。いつもの玄関なのに、ああ帰ってきたと、そんな安心感が前よりもはっきり感じられるようになったといいます。毎日の暮らしの中で一歩外に出れば思い通りにならないことはたくさんありますよね。予定がずれること、人との会話で疲れること、買い物帰りの重たい荷物、天気や体調に気持ちが引っ張られる日もあります。でもどんな日でも玄関を一拭きすることなら今の自分の手で確実にできます。クロスでキュッと一拭きすると、きれいになった変化がすぐ目の前に現れます。今日も自分の暮らしをちゃんと自分で整えられた、そう実感できることは、揺れ動く心を落ち着かせる静かな拠り所になるんです。これは大げさな話ではなく、心理学の視点から見てもとても自然なことに思います。人は自分の意志で行動し、目の前の景色を
思い通りに変えたと実感できた時、心がすっと落ち着く仕組みがあるからなんですね。品がある家というのは豪華な飾りがある家ではなく、毎日のオンとオフを切り替える場所に清潔な余白がある家。その最初の場所が玄関周りなんです。今日帰宅したその足でドアノブやスイッチを一つだけ拭いてみませんか。そこから我が家の安心が始まります。2つ目はテーブルの端を拭くことです。テーブルを片付けたはずなのに、座るとなぜか落ち着かない。視界に入る出しっぱなしのメモや片付け待ちの文房具が気になってなかなか集中できない。そんなことはありませんか。テーブルは食事をするだけの場所ではありません。書き物をする、本や新聞を読む、パソコンに向かう、薬を飲む、ほっと休む時間やじっくり考える時間、そして毎日の用事が集まる暮らしの真ん中です。たとえ大きく散らかっていなくても、テーブルの端にメモや文房具が置きっぱなしだったり、湯飲みの輪染みが残っていると、なんとなく気持ちが休まらないことがあります。それは気のせいだけではないんです。視界に入る情報が多いほど心も落ち着かない。そんな反応は私たちの脳にとってごく自然な働きかもしれません。だからこそいつもの席回りを整えることは、視界のノイズを減らして心が休まる場所を作ることなんです。例えば読み終えた雑誌や郵便物が置きっぱなしになっていませんか。よく見ると輪染みや食べこぼしの跡が残っているかもしれません。静子さんも以前はテーブルの端を一時置きにしていました。お茶を飲もうと座っても、まだ確認していないことやこれからの用事が頭をよぎって気持ちが休まらなかったといいます。ある日テーブルのものを片付けて、古い布で端から隅々までをそっと一拭きしてみました。すると手で触れた時のさらっとした感触と余計なものがない景色に肩の力がふっと抜けたそうです。ただ一拭きしただけなのに、いつものお茶の時間も静かで落ち着いた時間に変わっていきました。毎日隅々まで拭かなくても大丈夫です。お茶を入れる前の数十秒、いつも座る席の前だけを台付近で優しく一拭き、それだけで目に入る景色が整い、気持ちも切り替えやすくなります。テーブルの端を一拭きすることは、暮らしの真ん中に自分が安心して座れる場所を作ること。家計簿やちょっとした用事も思ったよりすっと進み、お茶の時間も心を休めるひとときに変わっていくんです。3つ目は朝洗面台の蛇口周りを拭くことです。身支度を終えた後、蛇口に残った水滴や白い跡、排水口の髪の毛が目に入って、後で拭かなきゃとやり残した気持ちになることはありませんか。洗面台は一日の始まりに自分の顔と向き合い、身支度をする場所、そしてその日の気分を最初に作る場所でもあるんです。そこを一拭きすることは、ただ水滴を取ることではありません。今日の自分を気持ちよく始めるための一日の始まりの合図なんです。水回りは不思議なほど日々の暮らしのちょっとした乱れが出やすい場所です。歯磨き粉の飛び散り、手を洗った後の水滴、蛇口の根元のうっすらとした白い跡、毎日使っているからこそ気をつけていても残ってしまうものです。どれも小さな汚れですが、朝一番に目に入ると後で拭かなくてはと、ほんの少し気持ちが重くなることがあります。だからこそ朝の洗顔のついでに数十秒だけそっと一拭きするんです。静子さんも洗面台周りは時間のある週末にまとめてやればいいと思っていました。でもある時ふと思い出しました。子供の頃、実家の水回りがいつもすがすがしく、朝の空気が澄んでいたことを。それは母が
いつもどこかのタイミングでさりげなく拭いていたからでした。それを思い出してから静子さんも朝の支度のついでにタオルで蛇口周りをキュッと拭くようになりました。すると金属の部分に柔らかな光が戻り、その輝きが朝の気分まで明るくしてくれることに気づいたといいます。私たちは不思議と自分の意志で朝のルーティンを守れたと実感できると、一日の良い弾みが生まれます。やる気が出たから動くのではなく、少し手を動かしたから気持ちがついてくる、そんな心の働きを洗面台の一吹きで体感できるんです。意志の強さは必要ありません。古いタオルを1枚洗面台の近くに置いておく、それだけで気づいた時にすぐ手が伸びるようになります。品がある家とは、新しいものや特別なものが揃った家ではなく、毎朝使う場所に清潔な余白がある家です。明日の朝、顔を洗った後に目の前の蛇口をそっと一吹きしてみませんか。曇りや水滴を少し拭うだけで気持ちまでパッと明るくなっていきます。4つ目は鏡を拭くことです。指の跡や曇りが残っていると、なんとなく自分の表情まで疲れて見えることはありませんか。そんな時、鏡をさっと拭くだけで背筋まですっと伸びるような感覚になります。洗面台やドレッサー、玄関の姿見など、鏡は単なる身支度の道具ではありません。一日の中で何度も今の自分と向き合う大切な場所です。ここが曇っていると、忙しさの中でどこか急ぎ足になり、つい自分自身を雑に扱ってしまうことがあるかもしれません。毎朝家族のことや用事を優先して自分は後回しにしていませんか。そんな日が続くと、心は無意識のうちに自分を大切に扱わなくていいと少しずつ思い込んでしまうんです。だから鏡を拭くことは、今の自分を丁寧に迎えるための一番優しい準備なんです。これは片付けの心理学から見てもとても理にかなっているんです。私たちは日々の小さな行動の積み重ねで、自分をどう扱うかという感覚を育てています。鏡を磨くことは自分を丁寧に扱うことだなんて少し大げさでしょうか。でも不思議とそうなんです。朝の忙しい時間、たった数十秒でも自分のために鏡を磨く、それは自分の空間を大切にしているという前向きな合図になるんです。鏡の指跡や曇りを拭く、その習慣が、私はここで心地よく過ごす価値があるという確信になっていくんです。静子さんも以前は鏡を身だしなみチェックとして見るだけでした。でもある朝、ふと目線の高さの指跡が気になり、そこだけを拭いてみたんです。布を滑らせて曇りが消え、鏡がクリアになると、不思議と鏡の中の自分をもう少し丁寧に見てみよう、そんな気持ちが自然と湧いてきたといいます。髪を整える手がゆっくりになる。襟元を直す時もしっかり後ろまで確認する。鏡を拭いただけなのに、慌ただしい時間が自分と向き合う穏やかな時間へと変わったんです。大きな鏡を毎日磨く必要はありません。まずは自分と目が合う真ん中の部分だけをそっと拭いてみてください。その時に面倒だなと思う代わりに、私は心地よい場所で身支度をしていい、今日の自分を丁寧に扱えている、そんな風に意識を変えるだけで、慌ただしかった朝にふっと優しい余白が生まれます。品がある家とは、人に見せる場所だけが整っているのではなく、自分を映す場所を大切にしている家です。明日の朝、鏡の目線の高さだけをそっと拭いてみませんか。自分を丁寧に迎える、そんな豊かな時間が始まるはずです。5つ目は床の隅を拭くことです。ふと床の隅に目をやると、思った以上に埃が溜まっていて驚くことはありませんか。
ここは掃除をした実感が一番はっきりと返ってくる場所です。部屋の壁際、家具の足元、ドアの下、そうした場所に溜まった細かなほこりを一拭きするだけできれいになったという達成感で頭の中まですっきりするものですよね。床の隅を拭くことは単なる拭き掃除ではありません。部屋の隅に残っていた空気のよどみを払い、疲れた心を緩める。それは家の中でほっと一息つける場所を整えることなんです。部屋の掃除というと見える場所だけをさっと掃除機をかけて終わり、そんな方も多いかもしれません。でも空気清浄機を置いていても掃除機をかけても隅の細かなほこりまでは意外と残っているものです。床の隅は目には見えにくいけれど、髪の毛や塵、外からの砂ぼこりが自然と行き着いてしまう場所です。だから床の端に物を置きすぎないことも大切なんですね。物が少なければ小さな汚れにも気づきやすく、ほこりを流すようにさっと拭き取れます。それだけで部屋全体の空気が軽やかに整っていくのを感じられるはずです。静子さんは毎朝台所の床を拭くことを日課にしています。こじんまりとした一角でたった1メートル四方だけ、毎日きれいにしていても一晩で生まれる暮らしの跡。でもそのささやかな驚きとともに、まだぼんやりした朝の体が床に手を伸ばすと少しずつ動き出します。隅のほこりや汚れが取れるにつれて呼吸も深くなり、眠かった目も気持ちもだんだんと目覚めていきます。静子さんにとって床の隅を拭くことは一日の空気を入れ替える朝のルーティンになりました。人の心は目に見える成果があるほど前向きになれるものです。床の隅は拭いた分だけ結果がはっきりと見える場所。軽い一拭きでもきれいになったという確かな安心感が心にじんわりと広がっていくんです。わざわざ雑巾を用意したり掃除機を出す必要はありません。無理にしゃがみ込まなくても柄の長いフロアワイパーでも十分です。さっと拭ける布を食器棚や下駄箱のそばに置いておく。目にするたび自然に思い出して1分で景色が変わります。溜まっていた空気の重さがほどけて深く息を吸いたくなるような心のリセットにもなるんです。ここまで拭くだけで家の空気が変わる5つの場所を見てきました。最後に大切なのは無理なく続ける仕組みです。せっかく始めても気づけば数日で止まってしまう、そんなこともありますよね。一拭きを続けるコツは道具をなるべくシンプルにすること、そして簡単に取り掛かれる環境を先に作っておくことです。人は何かを習慣にしたいと思った時、気合だけではなかなか続きません。始めるまでの手間が少ないほど行動は自然に続けやすくなるんです。布を探す、水で濡らす、洗剤を出す。朝の水仕事が冷たくて少し億劫に感じる日もありますよね。そんな手間が増えるだけでまた今度でいいかなとつい後回しになります。だから特別な道具は必要ありません。基本はシンプルな水拭きで十分です。古いタオルや使わなくなったハンカチ、着なくなった服の端切れ、身近な布が1枚あればすぐに始められます。拭いたら軽くゆすいで洗濯機へ入れるだけ。それくらい気楽な形にすれば一拭きは暮らしの流れの中に溶け込んでいきます。私自身も実践していますが、拭くことは単なる家事ではありません。拭くと福が来ると昔から言われるように、布一枚で目の前の場所を一拭きしながら家の空気と心を整えていく福活という考え方があります。拭くことを暮らしに福を招く行いだと思うと、ほんの一拭きも今日の暮らしに明るい流れを運んでくれるお守りのような習慣になっていくんですね。玄関、テーブル、
洗面台の蛇口、鏡、床の隅、たった一箇所でも家の空気は確かに変わります。その一吹きが自分の暮らしを丁寧に扱っているという確信になるんです。まずはよく使う場所の近くに身近な布を1枚だけ置いてみませんか。今日も目の前の場所を整えるように静かに一吹き。この内容が参考になりましたら、高評価やチャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。復活やってみます。そんな一歩をぜひコメントで教えてくださいね。これからもご一緒に優しい暮らしを整えていきましょう。